こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は心の距離についてお話ししようと思います。心の距離を上手に調整できるようになると、嫌なことや不愉快なことに振り回されにくくなります。またそれとは反対に、前向きな出来事については、より深く味わうことができ、幸福感が増していき、人生そのものを豊かにしてくれます。今回の話は NLP 神経言語プログラミングの考え方を元にしています。では早速始めましょう。私たちは日々いろいろな出来事を体験しながら生きています。その時、自分がその出来事とどのような距離感で向き合っているかを意識したことはあるでしょうか？ NLP では連合と分離という考え方があります。連合とは、今この瞬間に意識が向き、出来事の中に入り込むように体験しており、自分の体の内側から世界を見て感じている状態です。例えば、楽しかった旅行を思い出すとき、自分の目で見た景色が鮮やかによみがえり、その時に味わった喜びや高揚感、体の感覚までもが一緒に戻ってくるような状態が連合です。一方、分離とは、第三者の視点から自分自身を眺めている状態のことです。映画を見ているかのように客席に座り、スクリーンに映る自分を見ているような感覚と言えます。同じ旅行の思い出であっても、遠くから自分の姿を静かに眺めるように思い出している場合、それは分離の状態にあります。この2つの視点は、私たちが感じる感情の強さや、その質に大きな影響を与えています。連合の状態では、感情が生き生きとよみがえりやすく、出来事を深く味わうことができます。一方、分離の状態では、感情と自分との間に程よい距離が生まれ、落ち着いて状況を見つめることができます。どちらが優れているというわけではなく、それぞれに役割があり、場面に応じて使い分けることで、心のバランスはより整っていくでしょう。次に、連合と分離のメリットとデメリットを見ていきます。まず連合についてです。連合のメリットは、経験や感情を豊かに味わえることです。嬉しいことや楽しいことを連合のまま体験すると、その喜びは心だけでなく、体にも広がり、記憶にも深く残るでしょう。また、勉強やスポーツをするときには集中力が高まり、フロー状態に入りやすくなり、充実した時間を過ごせます。連合のデメリットは、辛い出来事や嫌な記憶に連合してしまうと、悲しみや怒り、不安といった感情に強く影響され、心の負担が大きくなってしまうことです。次に分離についてです。分離状態のメリットは、感情に巻き込まれすぎず、落ち着いて物事を見られることです。辛い経験を振り返るときや、冷静に判断したいときには、自分を少し離れたところから見ることで、学びや気づきを得やすくなります。人間関係の問題なども、少し距離をとって考えることで、感情的にならずに対応できるでしょう。
分離のデメリットは、分離した状態ばかりだと、喜びや感動まで薄れてしまうことです。人との心のつながりも感じることができないでしょう。このように、連合にも分離にも、それぞれ良い点と注意したい点があり、大切なのは状況に応じて使い分けることです。つまり、連合した方が良いときは、楽しいことや大切な時間、学びや成長にしっかり向き合いたいとき、また分離した方が良いときは、辛い出来事を振り返るときや、冷静に考えたり判断したりしたいときです。連合と分離を状況に応じて使い分けられるようになると、心の健やかさや満足感を保ちながら、人生のさまざまな場面にしなやかに向き合えるようになるでしょう。では、どうすれば連合したいときに連合しやすくなり、分離したいときに分離しやすくなるのでしょうか。ここからはその具体的な方法についてお話しします。まず、連合したいときに連合できるようになるためには、日常の中で五感に意識を向ける練習をすることが役立ちます。例えば、歩いているときに足の裏が地面に触れている感覚に意識を向けてみたり、食事をしているときに味や香り、食感をゆっくり感じてみたりします。お風呂に入っているときには、お湯の温かさや水の音に意識を向けてみるんです。どんなことでもいいので、これを1日5分ぐらい毎日続けてみてください。そうすることで、連合したいときにその状態に入りやすくなります。ここで大切なのは、考えるのではなく感じることです。私たちは気がつくと、過去のことを思い出したり、まだ起きていない未来のことを心配していたりします。そうではなく、今自分が見ているもの、聞いている音、体で感じている感覚にそっと意識を戻していくんです。この小さな練習を繰り返していくと、今ここに意識を戻す力が少しずつ育っていきます。次に、分離したい時の方法についてお話しします。分離したい時には、視覚的なイメージを使う方法が役立ちます。自分自身を少し離れた場所から見ている場面を思い浮かべてみてください。映画館の客席に座って、スクリーンに映っている自分を眺めているような感覚です。辛い記憶から距離を取りたいときには、その記憶のイメージを小さく、遠く、白黒にしていくといいでしょう。思い出した場面を古いテレビ画面のように小さくし、色を抜いて白黒にしながらゆっくり遠ざけていきます。このように記憶のイメージを変えていくと、それに結びついていた感情の強さも少しずつ和らいでいくものです。分離したいときにできるようになるためには、普段からこのようなイメージトレーニングをしておくことが大切です。また、言葉の使い方を少し変えることも分離を助けてくれます。私は不安だという代わりに、不安という感情が今ここにあると表現してみます。私は落ち込んでいるではなく、落ち込みという感情が
今心の中にあると言い換えてみるんです。こうして言葉の上で少し距離を取るだけでも、自分と感情や出来事との間に少し距離が生まれるでしょう。連合の状態や分離の状態も入りやすくなるためには練習が必要です。でも少し意識して練習するだけで、少しずつ上手に使い分けられるようになるでしょう。これができるようになれば、その時の状況に合わせて自分の心の距離を上手に調整できるようになり、心のバランスも整っていくはずです。今回は連合と分離という NLP の考え方をもとに、状況に応じて出来事と距離感を選ぶことの大切さについてお話ししました。日常の中には連合した方が良い場面と、少し距離をとって分離した方が良い場面があります。大切な人と過ごす時間や前向きな出来事を味わうときには連合することで、その体験はより深く心に残るでしょう。一方で、混雑した通勤やうるさい作業、人間関係の摩擦など、必要以上に心を消耗させたくない場面では、分離することで気持ちを落ち着かせることができます。このように連合と分離を状況に応じて使い分けることができるようになると、日々の出来事をより豊かに味わいながら、心の平穏も保ちやすくなるでしょう。ほんの少し視点を動かすだけで、世界の見え方や感じ方は変わってくるものです。どうか日常の中で、あなたにとって心地よい距離感を意識して見つけながら、充実した日々を送ってください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。